やばいやばいやばい。ルルルルルトゥルル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 ルトゥルルルルルル皆さんこんにちは、杉田千尋です。社長です。こんにちは。今回は福岡県北九州の小倉に来ております。はい、北九州発祥の落とし込み釣りに初挑戦に来ました。以前動画で配信した屋久島編に続きまして、今回も釣り界のレジェンド高橋哲也さんに落とし込み釣りを教えてもらいに小倉北九州に来たんですけれども、今回ね東京から小倉まで新幹線で私たち来ました。一番最短ルートで行く方法を調べたら、品川駅から乗ったんですけど、そのまま新幹線に乗って4時間半座っていればもう小倉駅に着くと。で今回の落とし込み釣り出船する港がここ大理港なんですけれども、小倉駅からなんと車で10分のところにあるんですよ。そしてその小倉駅っていうのはすごい栄えてる駅なので、駅前にホテルも飲食店もたくさんありますので、そちらに滞在して10分で港に行って釣りをして新幹線に乗って寝てればもう東京に帰れるっていうね、思ったよりも手軽に来れるフィールドだったわけです。そんな北九州小倉のフィールドで今回は落とし込み釣り挑戦していきたいと思います。なぜ北九州はこの落とし込み釣りが盛んなのかっていうところを調べてみました。そもそもこの落とし込み釣り、北九州が発祥の地ということで、もともとは1970年代頃に九州北部の漁師さんたちがベイトをかけて大物を狙う実践的な釣法として始めたものがルーツにあるそうです。その後遊漁としても発展していき、現在では多くの釣り人に親しまれる釣り物になったということです。じゃあなぜこの北九州で落とし込み釣りが広がっていったのか。それはまさにこのエリアの海域の地形と潮流に理由があります。北九州の響灘、玄界灘っていうのは海底の起伏が非常に複雑で、浅場から深場への変化が多い海域なんですね。このような複雑な地形によってイワシやアジなどの小魚がとどまりやすく、さらにそれらを捕食するブリやヒラマサ、カンパチやヒラメなどの今回狙うターゲットの大型魚がどんどん集まってくる環境にあるということです。そしてこの海域は対馬海流の影響を強く受けておりまして、潮の流れがとても速く、そのため餌となる小魚が安定して固まっていることから一定期間落とし込みの釣りを楽しめる、そのような地形や潮流の恵まれた環境があることによって、この北九州エリアでの落とし込み釣りが広がっていったということになります。仕掛け購入できました。店員さんにいろいろ教えてもらいながら購入しました。落とし込みで今一番ポピュラーな仕掛けはこちらの仕掛けということでした。18号からやって、声が悪いようだったら16号に落として、やる方がいいですよっていうことだったので、こちらの2種類で、あと最近人気の仕掛けで4本針で初心者さんにもおすすめっていうのがつくつくベイトってやつも、こちらも買いました。これは14号まで。あとお魚釣れた時につけるマーカーと、ちょっと食いが悪い時にさらにつけられる針と100号の重りですね。こちらを購入しました。船に仕掛けの予備がないことも多いそうで、1人当たり1日だいたい10セットぐらいはサビキの仕掛けあった方がいいですよっていうことでしたので、気持ち多めに購入してます。鬼探検丸がつけられる。素晴らしい。朝6時出船です。ポイントまでは1時間半ぐらいかかるということです。風もね穏やかで、海も凪なので釣りしやすそうです。今回私が使用するタックルは、リールがビーストマスター MD3000、 PE ラインは5号、ロッドはアルシエラ落とし込みを使用します。今回は4種類あるラインナップの中から様々な状況に対応できる万能な 73MH240、64MH250 を使っていきます。高橋哲也さんです。屋久島に続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。落とし込み釣り初めてなので、ちょっと最初どんな感じで釣っていけばいいのか。もうね、イワシが途中にいるんで、探検丸見てると中層にイワシが出てくるので、イワシのてっぺんから下までをサビキを下ろしていく。もう何もしない、下ろすだけ。下ろしてる時に重りとサビキだけだったらまっすぐスーッと落ちてくるの。だけどイワシがつくとイワシの抵抗で少し落ちていくスピードがゆっくりなんです。
そうするとイワシがついてるって分かる。でこれが一番分かりやすいんだけど、もっと分かるのはおーって重りが降りてってトンってそこについた瞬間、途中で分かんなくてもそこの方でついた場合とか、イワシがちっちゃい場合はいるかいないか分かんないんで、そこについたら一回スプールを指で押さえて竿を軽く持ち上げると糸が張るでしょ。スプールをそのまえて竿を上げると曲がるじゃん。竿が曲がった時にプル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 ってイワシがついてるってやるんで、そこだけ注意、あとはもういろんなやりとりと一緒、それ一回やってみようね。わかりました。じゃあまずやってみます。であとはもう今旋回でこれから魚がいる場所に行くんで、魚の先回りして船を止めてどうぞって言ったら速やかに下ろして、あとは探検丸にこいでイワシのいる層にサビキを通す、止めない。でせっかくついたイワシ柔らかいんでポロッと外れちゃうから、ついたイワシが外れないようにあんまこう竿をガチャガチャ動かしたり、急発進急停止は禁物。はい。そんだけ。わかりましとにかくイワシが一番よ。やってみましょうね。た。はい。ああ。もう哲也さん釣ってる。モテるか一回。モテないね。絶対無理しない方がいいですね。ああ。いや。あら。早っ。はい、じゃあちょっと上げよう上げよう。はい、どうぞ。はい。行ってみよとりあえず一回イワシをつけてそこに落とせば大丈夫って言ってたから。気温の70から出てくると思うんで、60ぐらいまで巻いて、また下ろして。あ、今出てきたよ。今が80から下の方やね。あ、餌ついたかも。つきました、そこに。さあ、ゆっくり巻く。いない。で、またじゃあ70まで。餌がつけられません。はい、ちょっと上げよう上げよう上げるよ。お、なんだこれ。お。ありがとうございます。これはブリだ。お、これはブリ。ヒラマサで。おお。どっちがヒラマサ？こっちがヒラマサ。角、これ丸。あ、全然違う。あ線が。黄色い線の上に光が。あ。この線が入ってる色は、線が濃いよね。ヒはいラマサが。はい。あと線の下にヒレがあって、あ線の中央にある。あ、なるほど。一番わかりやすいのはここね。この角が角とこっちは丸。ダメだ。餌つかない。ついてない。回転まで。ついてないです。ちょっと気持ち上げとってね、5メーター近かるよ。だんだんちょっと餌つきが悪くなるよかな。ちょっと厳しい時間帯になって少し仕掛け用の号数を落としてんで、餌はね、多分つくとも反応あるけね。まあおすすめは14号やけど。まあ多分まだ餌がついてないんでわからない。お魚マークはついてないけどな。こんな大きなイワシが下でかかってるわけですよ。これがかかって下に落として魚が食ってくる。まあまあでかいサイズ。なかなか一筋縄ではいきません。まずはその餌をつけられたっていう確信を持てるようになりたい。水深とイワシがそこの方にちょこっといるっていうのが分かります。このパン当たりです。うまいな。20分ぐらいまたポイント移動してきました。であんなイワシが大きいんだったら多分着いたらすぐ分かるからさ。アジなんてもっと分かる。あ、着いた取れちゃったかな。ちょっと動いたよ。あ、着きました。はい、じゃあちょっと一回上げてあげて。開始2時間にして餌がつくという感覚を覚えました。なかなか杉田が当たりを出せませんので、
社長に選手交代します。船長が言ってるその潮がいいって時が青物系が来る時間で、今の時間がさっきテグさんが言ってたタイとか違う魚が食ってくる時間ってことです。大きなタイとか嬉しいですけどねヒラメとか。でもこの潮止まってる時間にもチャンスがあるんだったらそれは嬉しい。餌のテクがここでちょっとあげよう。ちょっと辛抱の時間帯やけね。もうここうろうろしても一緒やけね。釣り始まって3時間半ぐらいですね。ちょっと潮が緩い時間になっちゃったんで厳しいんですが、こういう時間でもヒラメやタイなど青物とは違う魚が食ってくるということなので根気強くやっていきます。お弁当がつけられないね。ちょっと外れとね、もうちょっとでね、満場いっぱいになるけどね、もう潮が変なゆるーくなって止まるよってね。弁当食べた？今じゃない？食べるのなんかついたと思います。いるいる。おっ。あ。なんか今変な動きしてその後スイッチ入れたからそれでふわってなって多分やりました。確実にこの時間でちょっと練習というか餌かけて落とすっていうのは分かってきた。反応が良くなるよけね。いい反応出てる。あ、ついたついたついた。おお。あ、待っていなくなってたかも。2回チャンスがあったんですけど1回目は合わせた時にふわっとさせてバレちゃって、で今は巻いてる時に巻く速度が強すぎて切れちゃいました。次こそ絶妙な塩梅で。ついたついた。ああ、なんかよしよしよし。あら、食うだろ。ちょっと見た。オッケーオッケー。いいじゃないこれ。おおおおお。いや、ちょっと絡まってます。待ってよ、こっちが待ってんね。あ、バレたー。逃げた。次は4度目の正直。一通り失敗続けて分かったんだけど、餌はつく時はつくし当たりすぐあるけど、その後の第2工程目のステップが結構難しい。外れちゃうっていうのとお祭りっていうのといろんなのが重なってくるから、でもプルプルってなってその後にドンってくるのは新感覚。ヒラメ釣りよりもなんかより生命を感じる釣りかもしれない。オッケーどうぞ。よっ。すごい、さっきよりもわーってなってる。ついたついたついた。何もなかったらあんま上げない方がいいよ。はい。体がおおおお。この石花大きなひらまたが当たるけね。やず。ありがとうございます。これが屋久島で釣ったやつと一緒かもね。ちょうど今食い始める前にレタさんが14号から16号に変えた方がいいよということで変えたんですけど、それによって切れ数が上がってきてくれました。状況に応じたそのハリスの太さの選択結構大事っぽいですね。1です。3です。おついてるよね。
合わせないいいじゃん。おおいいよ。刻んでる。ここについたらダメだよ。はい。でもね、今日の社長は OK。左手が。でもね、これ、右で、どうか大丈夫そうです。ダメか。ああ。お祭りしちゃったね。おおおおお。左手大丈夫？あと何メーター？ブリです。これはブリですか？哲也さんにもちょっとやってもらいたいんですけど、はい、見たいですけど、お願いします。もうさんがつくようになったから満潮を超えて下げ潮になってきたね。でも青物ばっかになっちゃったね。サイズは今日釣れてるのがアベレージというかはもう普通にいっぱいいて、でも多い時は5キロぐらいのがアベレージになって、8、9、10、11、12、13ぐらいまでが大口。この仕掛けで取るんですか？これであれつかないの？あ、ついたついた、今ついた、今ついた。80からで取るよ。おお、触れたいけど触れない。ちょっと後ろ待っててるね。今日の最後のラッシュタイムに入ったっぽい。わあ、すごっ。もうパンパンですね。1日目残り1時間。餌つけて釣るっていう流れまでは理解できたけど、もうちょっと大きいやつ釣りたいですね。で強度が強いから、千本竿の意味は分かる。もう上がる？あと20メートル。ちょっとでかくない？ありがとうございます。これは平間さんはい、じゃあちょっと上げよう。はいはい。これはわかるよ。ブリ。今日の中で大きめだよね。うん、ありがとうございます。ラスト人流しです。はい、どうぞ。もう出とるよ、反応が80からよ。膝に乗せられるぐらいのやつをね。ちょっと餌ついたらね、もうこう7メーターぐらい上げとこうか。ちょっとどうやったらなんか引っかかるよけね。頼むよ、本当に。ついた？ついてます。あれ。どうしよう。あ、やった。いいかな、いいかな、いいかな。これ平間せない。やった。やったね。ほら、社長。やもった。ちょっと止まったり入ったりって感じですね。おお、やった。あー、すごい。あら、ありがとうございます。おお、サイズアップだね。ありがとうございます。あ、もう本当によかったです。あ、じゃあちょっと周りでさ、なんか出すとよかったら連れて。テテさんありがとうございます。ご指導いただきましてお疲れ様でした。一日終わりました。失敗続きでどうなるかと思ったんですけど、何を失敗最初合わせ方を間違えて強く巻きすぎて切れて、それが原因かどうかわかんないけど、運が悪かったってことですよ。でも最後ね、パンパンとついたじゃないですか。ブリがね。嬉しい。しかも聞いたでしょ。すごい引きで上がってくるとやっぱ嬉しいです。そうね。今日はちょっと哲也さんに教えていただきながらだったんですけれども、2日目は哲也さんの
落とし込みの技みたいなところも見せていただきつつ。そうはいかねえな。まずはちいちゃんが自分で釣んなきゃ。でもって社長がこのね片腕でちょっとなんか今怪我してんから。はい怪我しても連発で釣ったんだからね。素晴らしい。おお。シガジさんですね。はい、そうです。じゃあまた明日頑張りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。握手ありがとうございます。あ、すいません。やるでしょ。パンパンですね。ごま平野さん。ごまあえみたいな。九州こういうの好きなんですよ。サバをこういうの。ごまサバとか言いますもんね。ごまサバの平間サバージョン。東京の人ってブリが好きよね。あ、いや、ブリの方が売ってるんですよ、結構あ。平正ってなんかもっと高級なイメージというか、お寿司屋さんとか、なんか釣り船でもそんな釣れないですし、美味しいです。超うまい。もう臭みゼロ。 3トンぐらい入ってる。味付けも美味しい。に新幹線ででっかいの関東いないんですよ。そんな。2日目、雨です。ちょっと天気悪いんですけど、釣り場に着いたら多分上がるって船長言ってるんで頑張っていきたいと思います。ポイントに到着しました。哲也さん、今日もよろしくお願いします。ちょっとあれだね。波がゴロゴロするからさ、気をつけて。今日はよろしくお願いします。ちょっと竿一本出させてもらいます。釣り歴何年ですか？釣り歴約10年くらいです。今御年16歳にして私と釣り歴が一緒です。朝反応がすごい。昨日見てるからこれがどんだけすごいのかがよくわかる。浮いてるからね、さらにね。2日目釣りスタートです。昨日の感覚をまだ持っているのでだいぶ昨日の最初のスタートとは気持ちが違いますね。餌つけて待ってすぐ来る。すっごい反応出てるよ。アップだ。船長1投目バレた。イワシはめっちゃついた。お食いました。バレました。あら、バレた。ここね、ちょっとでかいヒラセがおるけね、沖のやつばっかりやないよ。はい、じゃあちょっと行ってあげよう。さあ来い来い。おー、ちょっとこんな取るで。よし。おー、すごい低い。糸出しとけばいい。上がります。あ、バレた。すいません。多分ブリですね。だから海面で餌つけるっていうところは今餌がいるから難なくクリアできてるんだけど、かけて上げてきて最後タモ入れまでが一連の動作でスッとスムーズにいかないとなかなか難しいね。抜き上げるってことができない魚だから、魚のとこ置いとっておすごいすごい自分の釣り台でやった方がいいよ。もうすぐ餌つく。餌ついたかな。つきましたよ。おちちゃん来たかな。よし、次は取るぜ。あんまりガンガンパクとあれよ。ちょっとテクニック使って取らんとなかなか上まで上がらんよ。はい。すいません。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと行ってあげよう。あげるありがとうよご。ざいます。やば。お、赤ヤガラ。ブリとヤガラのダブルヒット。ヤガラって結構でかいんですね。もっと細いのかと思ってたら。おめでとうございます。ヤガラ。朝から1時間ぐらい経ちますけど、もうずーっと魚探がこの感じ。全部イワシの餌がついてます。3メーター、4メーターちょっと上げとこうか、引っかかるよ。よし。すごい重い重い。入ってる重い。おお。おお。はい、ありがとうございます。よいしょ。
りがとうございます。3から4、そこ開けときよ、引っかかるよ。その上出てるかね、いっぱい。本当に獰猛な2個切られてる。本当に探検丸があると分かりやすく状況が朝真っ赤っかで、だんだん今ちょっとずつ薄くなってきて、ちょっと平正が来た時ではねドンってきちゃうからどうしたらいいのか分かんないんだけど、ちょっとできたらできるだけ差を起こしてリールのレバーをそこ 10m くらい切れたらドラグを少し緩めてやり取りできるように、竿だけじゃなくて糸を出してもらって、で平正の体力を削って上げていくような釣り方になります。ドンってやっぱ来ちゃった時はもうあれはとにかく巻くしかないんだじゃん。巻いて安定ゾーン入ったらゆっくりやり取りして確実に上げてくる。強かった。社長ヒット。なんかこれ引かないから違う魚かも。もう7メートルぐらい上げとくか。だからちょっとヤガラのタモ入れ難しくね。おお、これも使えるか。誰かのピー釣ってる。ねえでかい、いいじゃん。汚してよこう。あ、ああ、しょうがない。重くないんでこれ。はい。また食うたかな。またヤガラだよ。ヤガラの巣やな、ここは。お、これ食べたい。ちょっと独特な、なんだろう。あ、ヤガラです。あ、大丈夫。うん。でかい。でかい。すいません。嫌がってる。ちゃんと口にかかるんですね。ヤガラ。身長お前と同じなんだよ。さすがにね、さすがにもうちょっとあるよ。ヤガラ一家。そのホースは全部わしが釣ったんや誰が釣った？そうだよね。ほらクエ釣るのに40号と60号と100号があったら、あなたはどれを選びますか？それみんな違うじゃん。でもどれがいいっては言えないよね。でも何がいいですかってみんな言うじゃん。クエ釣るのにサビキ使わないの。なんでこれサビキ使ってるかって言ったら、複数の針で下ろした方がイワシの群れでイワシがかかりやすいんでサビキを使ってる。かけたまんま海底まで下ろしていろんなそのイワシを追っかけてる魚たちが、あ、これ弱ってんなとか食べやすいなって波動で分かってすぐに振り向いて食ってくるわけだよ。それが落とし込み釣りなんだけど、確かに理にかなってんけど、でかい魚、目的の魚をかけて釣り上げるにはあまりにも頼りない仕掛けなんだよ、サビキ。その針をつないでるのは全部結びで、結び目が何箇所もあって、で針はイワシをかけなきゃいけないから、あんまり大きい針を使ってない。小さな針、軸は太いけど針数は短い。こんな下引きで10キロ以上のヒラマサとか大きい魚を釣ろうと思ったら、決してガンガン引っ張れる仕掛けじゃない。ガンガン引っ張れる仕掛けじゃないやつで大きい魚を釣るんだったら、多少もあるんだけど、力任せにやってもはち切れちゃう。といって出したら針数が多い場合に、海底に岩礁地帯とか障害物があったら、そこにサビキが引っかかる可能性はもっと高くない。出すのも怖い、ガンガン巻くのも怖い。そこの加減をしながら釣っていったら、当然誰がやったって大きな魚を 100% 釣り上げることはできないんだよ。落とし込み釣りの一番の弱点は百戦錬磨じゃない、絶対バラす。絶対バラす時に絶対バラさない方法として針数の号数があるわけだ。12とか14の方がイワシはかかりやすいけど、針がちっちゃい分食いつくから。でもかかった時に切られちゃう。でっかい針の方がかかった場合少し安心だけど、イワシがかからない可能性もある。2つ一緒にはできないから、どっちを取るかはいいか悪いかじゃなくて、自分がどうしたいか。たくさん釣りたいのか、来たでっかいやつで絶対逃がしたくないのか、その自分の目的をはっきりしていけば、おのずと仕掛けの号数とかドラグ設定とか使う竿とかリールっていうのが自分なりに好きなものが選ばれてくる。それを誰がこうやって言ったからそれに右に習いなんてする必要はない。自分の目的は今日はとにかく魚をいっぱいかけて逃げるのもあるけど、運よく上がってくるんだったらイワシをコンスタントにかけたいんで、少しサビキを落としていこうとか。いやもう今日は数はいらないと、もうわっあ
ーっていうのをとにかく減らしたいから、もう俺はもう今回はもう25以下は使わないとか、その人が何を一日この仕掛けとこの道具で落とし込み釣りやりながら過ごすか、過ごし方の問題であって。昨日もそうやけど、ちょっとこの時間帯がね、あんま用ないったんで。やべやべやべ。そうだ、そうだ。出たか。いらなそうや。山本さん。ちょっと大きくなってますね。あら。ああ。もうちょっとスタンバイして。15。やべやべ。あった、見えた。おお、でかい。どれどれ魚を見ててちょうだいおっかい。あ、後ろもかかったね。ちょっとこれ上げとこうか、食うてない人。よかったよかった。めっちゃすごすぎますよこれ。いやもう餌ずっとつかなかったじゃないですか。ね、全体的に魚が下がってこれから始まるよっていう時間帯船長がこのポイントで粘るよと。ただ始まりって必ずなんか切られたりでかに出てて、なかなか下は怖いよね。魚礁があったからね、このエアカリの仕組みっていうのをちょっと頭の中に入れてやれば、運が良ければ釣れます。あと哲也さんがさっき仕掛け選ぶときに絶対その取る一本のために太めを使うとか。何号がいいですかじゃなくて、自分の目標を達成するためにこれが必要だからという号数を選べばいいかなと思います。まだ時間があるので頑張りましょう。重さは9キロ。ちょっと上げとけよ。僕が好きだったね。ジャージですか？釣り終了です。お疲れ様でした。とりあえず片して港に戻ります。哲也さん2日間お世話になりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。落とし込み釣り初めてでどうなることかと思いましたが、なんとか釣り方も教えていただき釣れて大満足です。イワシかけるのが結構多くの人が悩むとこだけど、でもかかるときはちゃんとかかってイワシのちっちゃいあたりも分かるんで、きちんとやっておけば、あとはもうでっかい魚は運だよね。まあ、と言いつつもやっぱりその哲也さんの言葉の節々からですね、大きいのを取るためにどんなことをしているのかっていうのはすごい勉強になりました。まあこれはもうとにかく間髪入れずにまた何回か通ってもらって、もう百戦錬磨いかないからさ、そんな少々の失敗はくよくよしないで、はい、また行きましょうね、来年。はいお願いします。わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。魚は全部海の関係で動いてる。人間の心持ちや釣り心なんて魚にはお構いなしなんだ。だから理屈じゃないんだよ、釣りは。目的をしっかり持ってやればいい。ご視
視聴ありがとうございます。チーチャーフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお